ZGMF-X42S デスティニーガンダムの系譜。本機はプラント最高評議会議長ギルバート・デュランダルの勅命によって今ある全ての技術を全て盛り込むというコンセプトのもと開発がなされ、短期であらゆる戦況、いかなる敵機にも対応できるパーフェクトモビルスーツとして完成するとともに、パイロットであるシン・アスカのこれまでの戦闘データを参考に大幅な機体調整と軽微な改造を施した結果、ザフトのフラッグシップ機としてシン・アスカが登場した際にその力を最大限発揮できる最新鋭モビルスーツデスティニーガンダムが誕生を果たすことになる。そんなディスティニーの系譜の始まりは、ザフト軍が開発したセカンドステージシリーズの1機 ZGMF-X56S インパルスガンダムにまで遡る。インパルスガンダムはシルエットシステムと呼ばれる換装機構によって近距離、中距離、遠距離全ての領域に対応した高性能機として完成を果たしており、フォース、ソード、ブラスト各それぞれの機体特性と運用データがディスティニーに大きな影響を与えることになる。インパルスが誕生するまでの系譜、さらに詳しい解説は同チャンネルのインパルスの系譜をご覧ください。 ZGMF-X56S シータデスティニーインパルス。それぞれの特性、特徴を持つインパルスガンダムのシルエットシステムを一つに統合し、あらゆる戦局に対応可能な万能型シルエットディスティニーシルエットが開発される。このディスティニーシルエットをインパルスガンダムに装備させた機体がデスティニーインパルスである。3つのシルエットの武装を強化改修し、ベースとなるインパルス自体にも大幅な改修が施されており、その他にもエネルギー障壁、アルテミスの傘をベースに開発されたビームシールドの搭載、 DSSD の惑星間推進システムボアチュール・リュミエールの導入など当時の新技術をふんだんに採用している。しかし1回の出撃につき3回のデュートリオン充電が必要とされるほどのエネルギー消費とデスティニーインパルス自体のパワー不足から実用性は皆無とされ、長時間の作戦行動は困難であったことから、最終的にカラーリングの異なる1号機から4号機が製造され、開発計画は中止されている。それでもここで得られた運用データは新時代のハイエンドモビルスーツへの架け橋的役割を担うことになり、本機の開発コンセプトはその機体名とともにデスティニーガンダムへと受け継がれることになる。 ZGMF-X56S スラッシュイオタデスティニーインパルスリジェネス。この機体は前述のデスティニーインパルスの問題点や失敗点を教訓に、民間企業の協力のもと中止された開発計画を再び再開し、完成に至ったデスティニーインパルスの後継機となる機体である。デスティニーインパルスとの最大の違いは、背部に搭載されたシルエットモジュールデスティニーリジェネスシルエットを採用した点にある。このシルエットはモジュール自体にインパルスに採用していたシルエットフライヤーの機能を組み込むことで無人戦闘機としての運用を可能にし、シルエットシステムの機能向上を目的に設計されている。搭載された武装はケルベロスとエクスカリバーを一体化させた大出力ビーム砲ウルフスレイン長射程ビーム砲等が装備されており、軽量化に加え威力も向上。デスティニーリジェネスシルエットから取り外し、手持ち式火器としての使用も可能になっている。またストライカーパックシステム採用機に合体することで強制的にその機体を支配下に置くことができる特殊機能も追加されている。しかしシルエット自体にデュートリオン送電システムが搭載されていないため、エネルギー切れを起こすという問題点を抱えており、本体となるインパルスもビームブーメランやビームシールドを廃止したもののパワー不足を克服できなかったことから、デスティニーインパルスから続く根本的な問題解決には至らなかった。その一方で試験量産が行われたため複数機が製造されたと言われている。バリエーション機として機体のカラーリングが白に変更され、エルサ・バイスとカイト・マディガンによって機体名が変更されたインパルスガンダムブランシュと MBF-P0X ガンダムアストレイノ R にデスティニーリジェネスシルエットを装備させたガンダムアストレイノ RD が存在している。 DI ヤだが前述のデスティニーインパルスリジェネスとの連携運用を目的に開発されたモビルスーツ DI ヤダガに採用されたバディシステムは、機体に搭載された学習用 AI を介して優秀なパイロットの操縦技術を習得させ、最終的にはデスティニーインパルスリジェネスの支援を目的とした AI 搭載型無人機の戦闘運用を目標としていた。機体性能や背部に搭載されたシルエットはデスティニーインパルスリジェネスと同じ性能のものを搭載しており、機体名のアダガは
スペイン語で探検を意味しているが、地球連合軍の量産型モビルスーツであるダガー系を指してアンチダガーという意味合いも含んでいる。 ZGMFX42S デスティニーガンダム。前述の通り、現存する全ての技術を導入というコンセプトの元設計開発がなされた本機は、ユニウス条約によって禁止された核エンジンやミラージコロイドといった技術も採用されており、実質的にはサードステージもしくはそれを超えるハイステージモビルスーツに匹敵する性能を有しているが、ユニウス条約に抵触しているという事実の隠蔽と政治的配慮によって型式番号末尾の核エンジン搭載型を示す A の文字は削除され、セカンドステージを示す S の文字に変更されている。また最新技術の数々を搭載し完成したデスティニーガンダムではあるが、当初の開発コンセプトは前述のディスティニーシルエットの開発という形でスタートを切っている。しかし高性能ながらエネルギー消費が激しいという問題点と、インパルスをベースとした発展型を開発するよりもゼロの状態から新規設計開発した方がより高性能かつ高水準を達成できるのではという判断から、デスティニーガンダムの開発へとシフトしている。こうして完成したデスティニーガンダムは、核エンジンとデュートリオンビーム送電システムを組み合わせたハイブリッド機関であるハイパーデュートリオンエンジンを搭載し、理論上無限の稼働時間を獲得。さらに DSSD 新宇宙探査開発機構が開発した惑星間推進システムボアチュール・リュミエールの発展型を搭載し、これによって高機動戦闘時には背部のウィングユニットから光の翼を発生させ、強大な高圧を推進力に用いることで爆発的な加速性能を実現している。またこの光の翼に加えてミラージュコロイドステルス技術を応用することで、ミラージュコロイドを広域散布し光学残像を発生させる特殊機能も付与されている。なお劇中ではキラヤマトが乗るストライクフリーダムとの戦闘時、本来ならばハイパーデュートリオンエンジンを搭載しているためエネルギー切れは起こすはずがないのだが、エネルギー切れを起こす描写が描かれている。これはストライクフリーダムとキラヤマトという超高性能を有する相手に対して急激に機体性能を引き出した結果、核エンジンまたはデュートリオン送電システムのどちらか一方、もしくは両システムがシステムエラーを起こしたためということが言われている。また各ユニットにも最新技術や革新的なアイデアが採用されており、頭部は V 字型の大型ブレードアンテナと緑色に輝くデュアルセンサーを搭載。ブレードアンテナの基部には型式番号の X42S の刻印とイタリア語で2を意味するドゥエの文字が刻まれている。さらに頭頂部前方にはメインカメラ、後頭部にはリアカメラを搭載し、新型コクピットの高視界ディスプレイにダイレクトで反映されている。腕部と脚部の関節部にはより人体に近い動作性、可動性を実現するためフェイズシフト走行技術を転用した特殊素材が採用されており、走行を分割してスライドさせることでモビルスーツでありながら柔軟な運動性と高い機動性を実現。前述のウイングユニットに加えてバックパックや脚部のスラスターによって他の追随を許さない加速力を誇っていた。コンクルーダーズ構想。デスティニーガンダムはザフトのフラッグシップ機であるハイエンドモビルスーツとしてコスト面や整備性を度外視しながらも開発されたが、複数のディスティニーとエースパイロットで特殊部隊を編成する構想が検討されていた。それがコンクルーダーズ構想であり、エースパイロットの一人として選出されていたのが卓越した技量と戦果、部隊をまとめる統率力から特務隊フェイスに任命されたハイネブ・ステンフルスであった。彼のために自身のパーソナルカラーであるオレンジをメインカラーにしたデスティニーガンダムが用意されていたが、ダーダネルス海峡での戦闘でハイメが戦死したため運用には至らず、コンクルーダーズ構想も実現には至らなかった。デスティニーガンダムの武装。ディスティニーの武装はデスティニーインパルスの武装形態を引き継いでおり、フォース、ソード、ブラストという各シルエットの標準装備を統合し、より洗練された発展型武装として装備している。さらにハイパーデュートリオンエンジンを採用したことにより、膨大な出力と火力を有する近距離、中距離、遠距離という三位一体の兵装によって最高の攻撃力を獲得している。 MMI-GAU26 17.5mm シュース。頭部の両側側頭部にマウントされた近接防御火器システム。ミサイルの迎撃などの対空防御、対人戦闘に用いられる機関砲。 MABAR73/S 高エネルギービームライフル。
セカンドステージシリーズ用であり、インパルスの標準装備であった MABAR712 ビームライフルの改良型にあたる武装。非使用時は腰部にマウントしており、ハイパーデュートリオンエンジンからの電力供給によって威力と連射性能が大幅に上昇している。 M2000GX 高エネルギー長射程ビーム砲、 ZGMFX56S スラッシュガンマブラストインパルスの M2000F ケルベロス高エネルギー長射程ビーム砲の改良型として開発された装備。ブラストインパルスでは2機装備していたが、ディスティニーでは非張り側面に1機だけ搭載され、威力と連射性はケルベロスを大幅に上回り、ディスティニー最大の火力を誇っている。20メートルを超える砲身が特徴で、折りたたみ式の構造によりディスティニーの挙動を阻害しない仕組みになっているとともに、光の翼を展開した状態でも使用が可能になっている。 MMI714 アロンライトビームソード、 ZGMFX56S スラッシュベータソードインパルスが装備していた MMI710 エクスカリバーレーザー対艦灯の発展型であり、折りたたみ式機構を備える巨大実体験型兵装。その威力はモビルスーツはおろか、陽電子リフレクターを搭載するモビルアーマーや巨大なタイクを誇る GFASX1 デストロイガンダムを一撃で両断してしまう絶大な威力を誇る。ソードインパルスでは2機搭載していたが、ディスティニーではミニハイブに折りたたむ形で1機マウントしており、劇中では刀身の長さから両手で扱う描写が多く描かれていた。使用時はブレード部分からビーム刃を形成し、使用する方法とビーム刃を展開せず実体験としての運用を行うなど、斬撃だけでなく刺突による攻撃も非常に高い威力を誇っている。 RQM60F フラッシュエッジ2ビームブーメラン、両肩部に2機搭載されている簡易ドラグーン式の投擲兵装。ソードインパルスに装備されていた RQM60 フラッシュエッジビームブーメランの発展型であり、マニュピュレーターで掴んだ状態から繰り出されるビームブーメランは一撃でモビルスーツを両断できる威力を誇る。ビームの発進口は可動式の機構を有しており、ビームブーメラン使用時は発進口が角度をつけることでビーム刃を形成し、発進口を直線にすることでビームサーベルとしても使用可能となる。 MMIX340 パルマフィオキーナ勝負ビーム砲、両腕部のマニュピュレーターに装備された新型のビーム兵装。デスティニーインパルスなどでは未搭載であった新機軸となるデスティニーガンダム独自の武装であり、勝負ビーム砲という名が付けられているが、中距離遠距離からの砲撃描写は描かれておらず、シャイニングフィンガーやゴッドフィンガーのような近距離から直接叩き込む運用がなされていた。その威力はデストロイガンダムの頭部をゼロ距離からビームを放射することで一撃で破壊し、さらには外部装甲を貫きコクピットごと爆散させてしまうという絶大な威力を誇る。 MX2351 ソリデスフルゴールビームシールド発生装置、両腕部の手後部に搭載されているビームシールド。機動戦士ガンダムシード X アストレイに登場するハイペリオンガンダムが装備していたモノフェーズ高波防御シールドアルミューレ・リュミエールの改良型であり、ハイペリオンを開発したアクタイオン・インダストリーから流出したデータをもとに開発が進められ、ディスティニーに搭載されることになる。ビーム兵器と実弾兵器双方に対して有効な非常に強固なビーム防御膜を展開し、両腕部の同時展開によって大型ビームシールドを形成することで広域防御も可能。さらにビームシールドを展開した内側から攻撃も行うことも可能となる。第二次連合プラント対戦後期に開発されたデスティニーガンダムはシードを発現させるとともにフリーダムを撃墜するという戦果を挙げた新アスカに与えられ、ヘブンズベース攻撃作戦やオーブ進行作戦、ダイダロス基地司令部制圧など目覚ましい活躍を発揮。コズミックイラが誇る最強の一機としてその戦闘能力の高さを証明してみせた。しかしメサイアをめぐる最終決戦ではアスラン・ザラが乗るインフィニット・ジャスティスと交戦するも、アスランの言葉とルナマリアの乗るインパルスにフリーダムの影を重ねてしまい錯乱。結果的に真の精神状態が勝敗を左右し、ディスティニーは両腕部と右脚部を破壊され敗北を喫してしまう。大破し失われてしまったディスティニーではあるが、最高の技術を導入したモビルスーツの開発というコンセプトの通り、ザフトが誇るフラッグシップ機として短期で他を圧倒できてしまう驚異的な性能を発揮し、
多大な戦果を上げる活躍を見せた。以上、デスティニーガンダムの系譜を終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。